はい、キリオです。今日はおじさん絶賛のバリスタツールをご紹介。今回紹介するのは MHW3 ボンバーの SE ニードルディストリビュータープロという回転式の WDT ツールです。以前動画で紹介したね、このバリスタハッスルツールズさんのオートコーム、現時点で最高の RWDT ツールなんですけれども、ジャンルはこれと同じジャンルになります。オートコームはね、どちらかというと競技用というか完全なプロ仕様なので、どのメーカーが家庭用でこの RWDT ツール、高性能なものを出してくるのかなとおじさん思ってたんですけれども、まさか予想外のメーカーがオートコームに追いついてくるようなツールを出すとは思ってなかったんですよ。まさかの MHW3 ボンバー。これね、おじさんがなんでそう言うかというとちゃんと理由があってですね。おじさん MHW3 ボンバーとの付き合いってそれなりに結構長いんですけど、正直言って初期の頃の MHW3 ボンバーのツールって精度が悪かったんですよ。例えばこのディストリビューターツールね。こういう、ここで回して調整するような感じになってるんですけど、これなんていうのは、これバリスタスペースから提供されたディストリビューターツールなんですけど、これの同じですよ。機構が。それでね、ここに調整用のメモリがあるんですけど、例えばバリスタスペースで 10mm に合わせたら、バリスタスペースのディストリビューターは 10mm に合わせたら、きっちり 10mm なんですよ。当たり前ですよね。これが MHW3 ボンバーになると、ほら、全然違う。3mm ぐらいずれてる。すんごい精度が良くない。製品全般的にそういう傾向があったので、付き合いは古いんですけど、正直あまりインスタグラムの方でもそんなに積極的に紹介はしてこなかったメーカーです。やっぱりね、ノームコアとか iCape とか他のメーカーに比べると一段下がるというか、正直に言うと精度があまり良くないメーカーっていう評価をおじさんは個人的にはしてました。それで MHW3 ボンバーは去年から US シリーズっていう新しいデザインのシリーズ展開を始めてるんですけど、それで今回紹介する SE Needle Distributor Pro の前のモデル、初期型も送られてきてたんですが、これがですね、おじさんの評価的には全くダメで、MHW3 ボンバーにもこれはダメだよっていうフィードバックはしてるんですけど、2、3回使ったんですけど、もうそれ以上あまり使ってないっていう状態でした。これ何がダメかというと、まず致命的なのが、針の振動調整の幅が少ないんですよ。これ一番下まで下げても、おじさんがもう少し下げたいっていうところまで何ミリか足りない。でもっとひどいのが、針を一番深い状態に下ろすと、微妙に針の先端が本体から出ちゃうので、このまま置くことができないんですよ。で、キットにはスタンドも付属されてないので、こういうものをね、使っておかないと、置くこともできない。この状態じゃね、ちょっとあまり人には紹介、正直おじさん的にはできないなということで、あまりインスタの方でも使ってなかったんですよ。これはね、これをいいですよって紹介することはおじさんにはできなかったですね。そんなわけで、正直言うとあまりいい印象を持ってるメーカーではなかったんですよ。なので、MHW3 ボンバーから今回また新型が出たので、試してみてくれって送られてきたんですが、はっきり言って全然期待してなかったんですよね。無理だろうなと、このメーカーではと。そしたらね、箱から出した瞬間に質感の違いで、おじさん本当にびっくりしましたよ。もうこれね、作ってる工場変わったんじゃないかっていうぐらい違ってます。まず驚いたのが材質の質感。塗装までね、全然変わってるんじゃないかっていうぐらい。あとは可動部分の
合成感の高さ。これはびっくりです。もう全然遊びがない。今までと同じメーカーが作ってるとは思えないぐらい。これ本当にね、設計者が変わったのか、工場が変わったのか、それとも両方変わったのか、全然違うメーカーが作ってるみたいです。それでね、おじさんが感心したのは、針の振動調整が外側のリングで、これでできちゃう。このメモリに合わせて、簡単に必要なところまで合わせることができる。で、機構も、プッシュ式っていうのは前のバージョンと一緒なんですけど、前のやつはプッシュすると、この針の部分が上下に動いてたんですよ。で今回は、セットしたところで固定して回る式タイプになってる。だからこれはもうオートコームと同じ方式になってるんですよね。で、ここに可動式のサイドスカートがあって、セットするとこれが落ちるようになるんで、回しても粉の飛び散りをここでガードしてくれる。でね、持った時の重量感もすごいしね。ほんとこれね、同じメーカーが作ったものとは思えないですよ。で、実際におじさん何度か試してみたんですけど、これはね、すごい。今から実演してみますけど。まさかね、MHW3 ボンバーがオートコムキラー作るとは思わなかったんで、おじさん本当にびっくりしました。それで今回は、同封されているアクセサリーもすごく質感が高くて、まず交換用のニードル。ね、針を交換する用のペンチですね。オートコムみたい。それと掃除用のブラシ。このブラシもね、前のやつに比べると全然質感いいんですよ。いやおじさんね、よっぽどのことがないとベタもべなんかしないんですけど、これはね、本当に驚いた。で、実際に使ってみてどうなのかっていうのを今ちょっと実演してみますね。このビーンセラーはプロパーバイデザインというところのビーンセラーです。今日はおじさんがお世話になっているアメリカのプロパーバイデザインというメーカーのストレージ関係で統一してます。機能的でおしゃれなデザインのストレージ関係なので気に入ってます。このオーガナイザースタンドはエスプレッソフローシンプリファイアっていうんですけど、通称 EFS って呼ぶんですけど、キットにこの RDT 用のボトルもセットされているので、すごくいいですよ。そうそう。今回もう一つ新製品が送られてきてまして、SE ブラインドシェーカープロっていうブラインドシェーカーの新しいバージョンも来てました。これもね、なかなか使ってみるとね、使いやすかったですよ。デザインはこういうデザインなんですけど、蓋を開けると、こんな感じになってて、下はこういう感じ。これポルタフィルターにセットすると、ここが上がって、粉が綺麗に下に入るっていう仕組みになってます。ちょっとやってみましょう。引いた粉をブラインドシェーカーに入れる。さあ、蓋を閉じて、横に振る。ポルタフィルターにセット。軽く左右に振ると、きれいに粉が入ります。ニードルディストリビュータープロをセット。
優しく2、3回プッシュすると、3回ぐらいかな。こんな感じで、綺麗に分配されてます。すごいよね。軽く鳴らして、今回はね、ディストリビューター使わないで直接タンピングします。これはUS シリーズかな。3ボンバーの新しいタンパーです。こんな感じかな。パック準備完成です。ポルタフィルターを本体にセットして、グラスをセットします。いい感じに抽出できましたね。いただきます。美味しい。MHW3 ボンバー SE ニードルディストリビュータープロ。これね、ほんと見てもらった通り、完璧に仕事こなします。だからこれ、RWDT ツールが欲しいけど、オートコームはとてもじゃないけど高くて買えないっていう人には、ほんとこれ革命的な製品です。おじさんね、自分が使ってみて本当にいいと思った商品じゃないと、なかなか絶賛はしないので、そのおじさんが絶賛するぐらいなんで、ほんと MHW3 ボンバーに対してのイメージを一変させる製品ですね、これ。びっくりしました。概要欄の方にね、日本国内用と外人さん用の、リンクを貼っておきます。どちらのリンクもね、おじさんの割引コード使ってもらうと 15% 引きで購入できるので、ぜひね、ご活用ください。お得に購入できますので。それじゃあ今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。